あなたの銀行口座は封鎖する。当然その預金口座に入っているお金は国が没収する。ロシアにおいてこのような話が大拡散することになりました。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、経済の行き詰まりを見せるロシアにおいて、最終手段のような話が出回っているので、この預金封鎖、そして没収騒動についての解説を行います。さて、冒頭において、どんな話が流れているか、その概要について述べました。あなたの預金口座を封鎖し、そのお金を国が没収する。それは何のためかといえば、国がウクライナに侵略するための資金にするんだ。こうした話が出たわけですが、最初に結論を述べておきますが、これはフェイクニュースです。しかし、フェイクニュースだからといってそれで何もかも問題がないかといえばそうではないのが今のロシアの恐ろしいところです。今回の動画では、なぜそのようなフェイクニュースが流れ、それが拡散され、信じる人が出てきたのか、この点についての解説を行い、多くの人々が信じるだけの危険な兆候が様々なところに出ていることを解説していきます。それでは、まずはどのような話で拡散が進んでいったかについてです。SNS で拡散した内容というのが、誰がそのような話が出どころかで、ちょっと信憑性が出てしまいました。というのも、ロシアの中央銀行総裁、その署名が入った文書において、預金口座の封鎖が実施されるんだという国の公式な政策として決定したかのように話が流れたのです。そこには、国で保護する金額は280万ルーブルまでで、それ以上についてはもう全部没収されてしまうんだぐらいな形で話が書かれていました。それは決して何か国営放送や民間の放送局において流れたような話ではなく、インターネット上での拡散だったわけですが、しかし、それでもなお、本当かもなと震える人々が出たというのも事実です。そしてこの話を様々なところでインターネットがロシア国外へと拡散させることにつながっていきました。きっとロシアであればこんなこともするかもしれないと考えたからです。ただ、現実としては話は違っています。まず、280万ルーブルという点については金額は合っていますが、その金額が何を守ろうとしているか、そして没収するのか没収しないのかについての話。今回中央銀行が取ろうとしている政策というのは、多くの人々により長く銀行口座にお金を預けたままにしてほしいとして、従来140万ルーブルまでの預金保護を倍増して280万ルーブルまで拡大させましょう。ただしそれには3年間契約解除ができない長期の預金を作ってくださいという内容となっていました。この3年間は解約できないという意味を、いわば国の没収だというふうにして形を変え、また280万ルーブルまでの保護という部分についても、それ以上については保護しないんだから全部没収されるんだという具合にして話をぐにゃっとちょっと曲げたわけです。その上で国がどんどんとみんなの預金口座からお金を没収するんだという具合にして大拡散が始まってしまったわけです。あくまでも公式な話ではなくインターネット上の拡散だったわけですが、それでも信じる人が出てきました。これらの人々を単純にフェイクニュースに簡単に騙されてと笑うのはちょっと気の毒な面があります。なぜならば、ロシアにおいてはこのようなことをしたとしても不思議ではないようなこれまでの歴史や経緯、そして現状が全ての情報が揃っているからです。まず第一、現状、ロシア経済やロシアの国庫状況についてを見ておきましょう。ロシアは資源大国であり、世界に向けて様々なものを売ることができます。エネルギー資源が代表例ですが、それ以外においても穀物なども売ることができますし、地下資源は鉱物資源なども非常にたくさんの種類があります。ですから、それらのものを世界へと売ればいいし、またそれらについて加工品にして売ることもできます。ですから本来であれば、経済状態はある程度安定させることができる、それだけのポテンシャルはあります。しかし現実においてはそうはなっていません。なぜならば、今、ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵略のために国家予算の3割、4割をつぎ込んで、しかも治安当局にも最高の金額をつぎ込んで、国内の引き締めを図っています。国家経済の発展ではなく、戦争のために今の政府があるような状態となっています。そのためにお金はどんどんと出し、しかし収入面については国際的な金融の締め付けもあれば制裁もかかっていて、
十分にお金を稼ぐことができない状態となっています。そして、従来のロシア経済の一つの勝ちパターンというものがありました。国内においては、インフレを抑えるために高金利を設定しつつも、海外では金利が安い状態であることから企業は、じゃあ海外で資金調達してロシア国内での企業活動をすればいいじゃないかという具合にして、資金の使い分けといったものができていました。しかし、国際的な金融制裁をかかった後においては、ロシア国内のお金だけで全てを賄わなければなりません。しかし、高インフレを抑え込むための高金利というものは、つまり企業にとっては、資金をどんどんと借りて、それを元手にして企業活動をするというのが、非常に困難な状況を生み出します。そういう状態になったとき、中央銀行の総裁が、今のロシアにとって非常に重要なのは、個人資産がいかに国のコントロール下にあることだというような話をしました。つまり、みんながみんなタンス預金をしていれば、それは消費が大幅に冷え込むし、またお金が完全に死んだ状態になってしまう。つまり、すべての経済活動が悪化の一途をたどるという未来があるわけです。そうしたことにならないように、せめて国が管理できる、もしくは目の届く範囲にお金を留めるためにも、金利を高い状態にして、さらに長期間、このお金を引き出さないでほしいという願いから、先ほども述べたような3年間は引き出さない、その代わり、保護金額を倍増させますよという話が出てきていたわけです。ところが、中央銀行と財務省との間には見解の相違があります。なぜならば、財務省の方はそれこそプーチン大統領からどんどんと侵略を進めるためにもっともっと金をつぎ込めというような指令が出ているわけなので、国民のお金を本当に没収したいぐらいの勢いなわけです。一方で中央銀行は経済全体のことを考えなければならないので、そんな風にして個人資産の没収なんかをすれば、それこそ経済全体が破綻しかねないような取り付け騒ぎが全国で発生する。その後の金融不安はとてつもないものになるというのが、ちょっと考えればわかるわけです。ですからこの中央銀行と財務省との間における綱引きがあり、そしてその綱引きを見れば、もしかしたらロシア政府は預金口座を本当に封鎖して全部没収しちゃうかもなというのに非常に説得力があるわけです。さらに、これまでの歴史的な事実としても実際にお金がゴミになってしまったというような事実は存在します。それがまず第一にソ連崩壊時におけるハイパーインフレ。それこそお金の価値がどんどんと安くなってしまって、物々交換や配給の崩壊などもあって、人々の中でもう暴力の方がよっぽど自分たちが生きるために役に立つじゃないかみたいな形でロシアンギャングが非常に跋扈した時代がありました。そしてその後、ソ連崩壊以後、立ち直ったかなと思ったところに、再びロシアの財政危機が経済を襲い、それもまた多くの人々にトラウマを植え付けることとなりました。ですから、歴史的な事実としても、お金の価値というものが保証されているかといえばそうではなく、何かちょっとしたこともしくは、ある程度の伏線が見えている状態であれば、その先にはお金が全くのゴミになってしまう状態というのもロシアにおいては十分考えられるわけです。さらに、ここまでの経済の話の中にさらにプラスの要素が戦争の直接的な影響もあります。ここまで述べてきた消費の枯渇、そして金融制裁や限られた市場における資本の枯渇、そして3つ目が労働力の枯渇です。労働力の枯渇に関しては、直接的に多くの人々が軍隊に行ったからというだけではなく、戦争を逃れるために海外へと移住していった人たちもいます。その中には、非常に給料の高いような高度人材なども含まれています。それらの人は一般的には軍隊に引っ張られていくようなことはないわけですが、しかし、将来的に自分の身を考えた場合においては、十分移住するだけの資金があれば、他の国でやった方がいいよねという具合にしてさっさと逃げ出す人たちもいるわけです。逆に言えば海外に逃げ出すことのできない人たちというのが、ロシア政府の掲げる高い給料やもしくは一時金を目当てに軍隊へと志願するという構造があるわけです。一般的な報道におけるロシアの死傷者数に関しては、毎年10万人程度の人が亡くなっている可能性が高いと言われています。それプラス負傷している人たちもたくさんいるわけなので、労働力として失われる人数はすでに
本格的な侵攻以降100万人以上の労働力人口が失われたと言われています。そして、労働力の予備とも言えるような、これから就職したいな、もしくは就職しようなと考えている人たちの潜在的な人数に関しても半分以下に減ったと言われています。これらの人たちは、それこそ明日の生活がどうなるかわからないという中において、軍隊を一つの選択肢に選んだ人たちも多かったと言われているのです。それだけにあらゆる産業において人材の取り合いといったものが発生しています。じゃあ、このような経済で何が起こっているかといえば、それは豊かな人はより豊かに、そして貧しい人はより貧しくなるというような二極化がさらに進展していることです。特に軍需経済一辺倒という状況になった時に、特定の産業に対しては国から猛烈なお金がつぎ込まれ、それによって一部の人たちだけが豊かになりました。しかし、民間経済においては消費者が軍隊に行っていますし、また政府支出という面においても公共事業などを中心としてお金が出し渋られる状態となっています。地方行政においてもどんどんと経済状況の悪化に伴って仕事がなくなるというようなこともあるわけなので、一般的に民間経済全体においては縮小傾向にあるわけです。あくまでも今のロシア経済を支えているのは軍需産業に大量のお金を出して、それによって生産活動をしているという見せかけ、一時的なものに過ぎないわけです。ですから、多くの人たちを見た場合においては、貧しくなる人たちが多くなり、そして貧しくなるからこそ、高い給料につられて軍隊に行く人たちが絶えないという恐ろしい循環が進んでいくわけです。ロシア政府が国民の預金を封鎖し、お金を一気に没収するぞという話そのものは、これはフェイクニュースです。しかし、そのようなことを言われたときにきっとそうなるかもなと思えるぐらいに、今のロシアは構造的な破綻を感じさせるだけの、非常に脆い国家運営を続けています。そして、プーチン大統領が今の侵略戦争をやめられない理由というのもまた、もしもここで一旦侵略をやめるとして、軍需産業に大量につぎ込んでいたお金がピタッと止まれば、今度は民間経済も軍需産業も全部冷え込んだロシア経済全体が寒冷化する、完全な景気後退どころのないような経済崩壊を迎えるかもしれない。その上で前線から帰ってきた兵士たちが犯罪の増加といったものがさらにロシアを荒れさせるだろうと言われているぐらいです。今のロシア経済は政府の自慢するような良い状態ではありません。戦費の増大と多くの人々が失われる戦時経済といったものは決して持続的なものではありません。そしてロシア国内における経済の発展をもはや海外からの資金調達は全く助けてはくれません。中国があるじゃないかと思うかもしれませんが、中国はロシアに投資するのではなく、中国製品をロシアに売りつけて、ロシア国内における中国製品のシェアを伸ばそうとするだけです。決して彼ら自身がロシアで根付くわけではありません。そんなような状態だからこそ、ロシア国民の持っている預金といったものが、それこそなんとかこれを使えないかなという具合にして、財務省が考えるぐらいに、今のロシアは内情がボロボロになりつつあるというわけです。皆さんはロシアで預金不足が行われ、多くの人たちがお金を没収されるんだぞと言われたようなニュースを聞いたときに、きっとそういうのもあるよねと納得したでしょうか。それとも、いや、さすがにそこまではしないでしょうと思ったか。どちらでしょうか。実際 YouTube 上にもこうした発信は様々出始めているわけなので、あなたが最初聞いたときどのように思ったか、ぜひともコメントをしていってください。というわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとスーパーチャットやもしくはメンバーシップへの加入などもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。